毎度ドクターキャピタルです。音楽博士やさかいにドクターやねん。そしてマーティ・フリードマンです。こんにちは。新宿江戸っ子です。いやすごいなマーティさん。今日ね初めてお会いしましたけども、僕の大きな夢が叶いました。ありがとうございます。いやもうこれからもね大きな夢ねまだまだありますけどね、マーティさんの曲を弾きたいんですけどね。弾きたいですか？弾きたいんですけどね、いつかは一緒に弾きたいですね。弾きたいです。いやもうこんなもう光栄すぎます。いや照れちゃうわ。とても照れ。いやなんか皆さん、言っときますけど僕たち何も用意してません。本当に何も用意してません。別件で来ましたね。そう別件でもうこうね同じ場所にいることになってて、もうカメラもあるし時間がちょっと余ってるんで、せっかくやから一緒になんか撮りましょうっていう。せっかくやからもうほんまに嬉しすぎますよ。僕マーティの大ファンですから、ありがとうございます。もうずっとですよ。はい。もうシュラプネル時代からよくご存知ですね。もうカフェリーとかね、もう何百回も何千回も聞いてて。いや僕高校時代にねFloating World がもう一番好きな曲でしたね。よくご存知ですね。マニアック、超マニアックじゃん。めちゃくちゃええ曲で、ありがとうございます。もう泣きながら何度も聞いて、いやね、ほんまにね皆さんもうご存知やけどな、マーティさんはねもう特別な方です。いやもうほんまに、ギターヒーローたくさんいるんやけど、その中のまた一流のもう比べ物がないレベルの、もうほんま、神様と言ったらね逆に。いや僕は照れちゃうから割り込むんですよ。割り込む。なんかキャピタルさんはね難しい曲をすごく綺麗に解説してて。ほんまですか？本当にビデオ見ましたよ。ありがとうございます。ビデオ見ました。でよくなんか僕いろいろのきっかけでこの曲の要素を説明してくださいと言われますよ。でそれは独特のスキルじゃないですかね。まあそうですね。で僕を聞かれたらもう意外と適当に答えちゃうんですよ。それでいいですけどね。いやでもねなんかキャピタルさんはまあ僕の日本語より全然上手なんですけど、その解説のやり方と音楽の深いところから理解するなんて、それは素晴らしいと思いますね。ありがとうございます。いやこれひょっとしたら僕たち共通点かもしれないんですけどね、もう当然音楽っていうのは感じる音、で音楽理論っていうのは別に数学でもその用語でもなくて、本当にその表現性を、もっと深く、感じ取って、音楽の表現に敏感になるための勉強やと僕は思ってて、だから別にねこの曲はなんですごいかっていうと、やっぱりこのスケールを使ってるからすごいっていうところで止まってしまうと、あんま面白くないけど、このスケールにはこういう表現性があって、このスケールを弾くからこういう気持ちになるとか、あとなんかこの曲何がすごいかと言われてもほとんどはすごいと思ってる曲はなんですごいと思ってるかというと、なぜか僕自身がその曲聴いて何か感情を感じる。でも隣の人同じ曲聴いても全くへーって感じになるかもしれない。だから人それぞれの魔法があるんですよ。だから僕らはできるだけ分析して説明するのは、そのなんで魔法になるかはもしかしてこの理由かもしれないとか言えるなんですけど、実は本当の理由はこの曲の真ん中のメロディーは、もしかして僕は4歳の時にお母さんと散歩する時にどっかの BGM で聴いてて、なんか20年30年の中に頭の中に冬眠してて、そのメロディーはもう一回聞いたら反応しましたっていう、とっても繊細な理由あるかもしれない。音楽の理論でこれ素晴らしいとか言えるんですけど、このコード進行の使い方が面白いとか珍しいとかいくらでも言えるんですけど、でも本当はなんか一人一人の特別の魔法、なんかこの曲
ちょっと僕は10代の時の昔の彼女をなぜか思い出すとか、なんでかわかんないけど、とにかくこのフレーズとかこのコード進行だけ聞いたら、高校生の頃なんか何かアメフットチームやった時に思い出した時、なぜかわかんない。アメフットやってました？実はやりましたね。この体で信じられないなんですけど。何歳の時？10代の前半ぐらい。ほんまに。もう全然上手じゃない。なんか殺されそうなんですけど。僕もなんか小学校4年生の時にちょっとだけやっててでもね、その目の前の子がなんかもう真剣すぎるんだよね。怖いよ。怖い。で、その人が僕に向かってお前はバターだよとか言ってきて、バターもう柔らかいバターだよとか言って面白い。何こいつって思ってやめました。野球のバターじゃないんだよね。でもそうじゃなくて、もうパンに塗る方のバター、お前はバターだよって言われて、いや人間ですけどって、でまたぶつかってきてちょっと鼻痛いなと思ってもうやめましたけどね。そうなんだ。それでアメフトはやめて音楽に向かってたんですか？そうですね。大体もうほんまにそれぐらいの時からもうほんまに僕バックトゥザフューチャーをきっかけに楽器始めたんで、もうちょうどねそれぐらいのタイミングだったけど。なるほど。もうね、またこう日本語でマーティさんと話すことができてすごい嬉しいな。いや、なんていうかな、こんだけ同じような、邦楽に、邦楽の落とし穴に落ちてる外国人ってキャピタルさんぐらいじゃないですか。マーティさんぐらいですね。もういるかな。兄弟です。いるかな。いるはずじゃないですかね。やっぱなんか日本語分かっても分からなくても、なんか邦楽ってすごい楽しい、輝いてる音楽いっぱいあるから、もっと外国人いいんじゃないですかね。どれが一番好きですか、マーティさん？どれって？その邦楽の例えば日本の伝説的な音楽の話もしてます今。雅楽とか今年。いやじゃなくて邦楽って言ったらもう現代の J-POP とかね、チャートのベスト10のほんまに素晴らしい。そう本当素晴らしいで、どんどん音楽的に冒険の溢れるような音楽ジャンルになるんじゃないですか。と同時にアメリカの音楽はそういうことないでしょうね。文化の違うなんですけど、本当に日本のチャートがミュージカルですよね。で結構なんか売れじゃないとそういう音楽作れないとか、ヒゲダンは特に深いですよ。でも聴いてる時にどんだけ深いか分からないっていう魔法もあるんですよ。それだけ作曲がうまいからですね。そういうことです。はい、そういうことです。だからミュージシャンだからこそ邦楽が好きなんですけども、ミュージシャンじゃなくても外国人邦楽気に入ってくれる人がいっぱいいると思いますね。ただ聞いてくれればいいね。僕たちがね広めましょう。僕たちがと言ったらねおかしいけど、もうSpotify の時代やからね、もう別に日本に来なくても日本の音楽どこにいても聴けるし。そうですよ。だから僕は海外ツアー結構やるんですよ。でその時に僕は日本の名曲やってるんです。でそういうきっかけで外国人のお客様が邦楽を派遣してるから、少しずつ、ちょっとなんかね広めようと思ってますね。アメリカの大学の音楽理論のクラスとかでは、J-POP を聴かせたりして、もう生徒たちも全員感激して、お日本の音楽いいねって思ってくれるから、絶対にもっともっと広がると思います。J-POP 日本の音楽。せめてなんか音楽の面で、せめてなんか素晴らしいストラクチャーとか、コード進行とかメロディーのセンスとか、いろいろ学べると思いますね。すごい勉強になります。せめてそのレベル。またマーティさんご本人のね、ご自身の曲も素晴らしいです。いやもうオリジナルアルバム全部聴いてるし、
もうカバーの素晴らしい、もうエレキギターのアレンジも全部素晴らしいし、J-POP のね、また新しいアルバム出さはるということで。そうですね。新しいアルバム出しますね。ドラマというアルバムですけど、聞いてくださったらしいんで、ちょっと一緒に演奏、一曲なんかいいんですか？演奏、今やってみようか。僕の変な伴奏で。やってみましょう。じゃあ、あれします？やっちゃおう。イルミネーション。イルミネーションですね。今の段階、収録してる段階で、それしか聞けないんですよね。まあ、発売は5月末なんですけど。イルミネーションが初シングルでもう出てますよね。はい。はい。じゃあ、イルミネーションのイントロの部分をやってみましょう。やってみましょう。素敵ですね。初めてガットゲンと一緒に弾いたんですね。ほんまに？てか、初めて弾いた、そういえば、ライブで披露したことないんですよ、この曲。いや、嬉しい。初めてです。めちゃくちゃ嬉しいです。いやこんな素敵なガットゲンの伴奏で、もういくらでも新しいアイディアが浮かぶんですね。でもうガットゲンはまたその鉄弦、特にエレキと全く音色が違うので、同じギターといっても、なんかその相性がいいと思いますよ。はい。相性は音響様は皆さんはどう思いましたか？お任せしますけどまた一緒になんかやりたいですね。そうですね。